Welcome to Healing Mose。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日はこれだけのカードを使いながら、あなたの今からの12年間リーディングをしていこうと思っています。まず今日のどのカードがどういう流れかなんですけれども、まず今のあなたの状態、どういうエネルギー状態にあるかというのを見ていきたいと思います。この動画を見ていただいている方は、赤ちゃんが欲しい人、恋愛のこと、もちろん仕事のこと、いろいろよりハッピーになりたいって思われる方が多いと思うんですけれども、今のあなたのエネルギーの状態がどうなのか、そしてこの12年の流れを、はい、こちら久しぶりトートタロットなんですけれども、トートのダイヤルかなだけで1枚引いていこうと思っています。そしてルノルマンカードをこれ36枚 ×2 のルノルマンカードで12年の流れを見ていって、あとはアドバイスっていう風な形でしっかりと見ていきたいと思います。はい、それでは本日選んでいただきたいのはこの3択となります。はい、一番左の方、はい、1番です。一番左の方が1番、そして真ん中の方、はい、真ん中の方が2番です。はい、そして一番右の方、はい、このカードの方が3番となっております。このカードの色、直感でどうぞお選びください。それとあとルノルマンカードなんですけれども、2枚ずつ並べていくのでかなり置くのに時間がかかるので、ちょっとこのカードを置く時だけは一旦動画を止める予定です。はい、それでは本日も心を込めてリーディングいたはい、それでは1番の方、このカードがあなたのカードになります。今どんな状態のエネルギーがあなたの周りにあるのか、そして過去未来も見ていきたいと思います。はい、じゃあいきます。はい、まず出たカードクロス。あなたがこれは先祖とかもそうなんですけれども、何か、試練を受け入れるっていうのが出ているんですよね。30代、40代の方もしかしたら見ていただいてるかもしれないんですけれども、ご両親のことだったりとか、例えばお子さんのことだったりとか、あなたがこれは私の運命なんだみたいな形で、悟りというかそういうものを感じたというか得たというか、非常にスピー力が高い方じゃないかと思います。そしてハート、恋愛のこと、
恋愛のこと、ソウルメイトに出会った、でもなんかすごく辛い恋をしてきたのかなっていう感じがする船。はい、ここがあなたにとって、一番のあなたにとって過去を表すんですけれども、すごく美性が高い方で、直感力とか感性とかすごく豊かな方じゃないかなと思います。で、あなたが心から望むもの、これが大好きなあの人だったりとか、もしかしたら大好きなご両親、大好きな子供のこと、なんかそういうことであなたが大きな学びに出た。自分で私はこうしていくっていうなんか進路を決めた、そういう感じがすごくします。で、若干これレアな感じの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、すごく遠距離恋愛をしていたとか、そういう方もいるのかなと。で、その人はきっと運命の人、いわゆるソウルメイトだったんだろうなというふうに思いました。で、今がどんな感じか。コウノトリはい、そして釜。今あなたがなんて言うんでしょう、このエネルギーがすごく止まっているというか、何かをこれは諦めたっていう感じがするんですよね。人によっては例えば交通事故に遭ってしまったとか、例えば大きな手術、病気をした、そういう方もいるかもしれないし、あなたのなんか大きな環境の変化に対してどっちかっていうと自分が望むっていうよりも、なんかしたかったんだけれどもできなくなったっていうこともあるかもしれないし、長い例えば腐れ縁を切ったとかですね、そういう感じにも見える。すごくある意味外的な要因があったかもしれないけれども、今一番の方が少し私はすっきりしているように見えるかなと思いました。で、こちらが未来になります。はい、出たカードがワンちゃん、クマ、庭が出ました。はい、未来のエネルギーを見ていると、例えば、あなたのプライベートな友達とか、仕事仲間とかボス、あとはご両親っていう意味もあるんですけれども、すごく、人との出会いが広がっていきますよというふうに出ています。あなた自身、人によっては例えば離婚したとか、そういう人もいるかもしれないんですけれども、これからの流れがものすごく気の合う人に例えば出会うとか、これは同性も異性も両方考えられます。今すごくすっきりした断捨離をしたところに新しいエネルギーが入ってくるような、そういう感じが私はまず感じたかなと思っています。このなんかプラスの流れ、いろいろな人との出会い、そういう交流などが増えていくような感じです。じゃあ今から実際にこの、トートタロットのダイアルカナ、今回これは正位置で見るんですけれども、この12年の流れがどうなっていくかを1枚出していきます。そしてはい、こちらのカードで12年の流れを見ていくんですけれども、
置いてみましょうかね。はい、まず出たカードが怒り。上に重ねますね。怒り。おお、太陽。道。ライダー。コウノトリ。鳥。花束。怒り。ここの中心と同じカードです。怒り。はい、キー。おお、すごい、また太陽が出た。太陽。カードを並べていたらカメラが途中で倒れてしまったので、やっぱり全て撮りながらリーディングするのがちょっと難しかったので、まずカードを並べてみました。そして、これでも分かりにくいんですけれども、2024年から2035年までのカードを出しています。はい、そしてこの12年の象徴カードもこちらのタロットからさあ見ていきましょう。なんかね、25年なんかすごくいい出会いがありそうですけどね。さあ、じゃあこのカードにしましょう。はい、これ正位置で見ます。はい、出たカードが忍者です。忍者、これはね、乙女座を表すカードで、すごく慎重になるとか、あとは分析とか秘書とか、コツコツやるっていうことが、なんかテーマにこの12年間長いですけどねなるのかなと思っています。はい、じゃあとりあえずさあね、どこからねお伝えしようかなと思うんですけれども、まずこの12年間ですごいなって思ったのが、ここ太陽とね、カードがね、太陽のカードが2枚も出てるんですよね。で、あなたにとってのこれからの12年の仕事運がものすごくゆっくりとキャリアを広げていくことができるとか、すでに今この1番の方というのはもう転職、天の川の天の転職に巡り会えているんじゃないかなというふうに思っています。そしてこれからの流れを言いますと、2024年はここに星と山が出てるので、希望がなかなか手に入れることができなかったりとか、手に入れるのに少し時間がかかる、それがこの2024年の流れなのかなと。どっちかっていうとすごく夢に向かって頑張る時期、まだ成果とかは手に入れにくいんだけれども、24年は大きな努力をして進んでいく時かなと思っています。そして2025年が、ここにキーと、いわゆる男性のカード、今見ていただいている方が男性でも女性でも、これはあなたにとっての異性とか、あなたにとっての素晴らしい出会いが2025年にあるよというふうに出ています。出ていますよ。なので2025年は新しい扉が開いていくような、そういう感じです。
そして2026年なんですけれども、ここにコウノトリとネズミが出ているので、これすっごくいろいろなリーディングができるんですけれども、例えば出産、例えば妊娠、子育てにお金がかかるっていう可能性もあります。あとはこれは環境が変わるとか引っ越し、旅行っていう意味もあるので、2026年はあなた平穏な1年っていうよりもいろいろな変化があって、そこに対して金銭的な負担が少し、大きくなっていくのかなという感じ。はい、そして2027年がここがライダーと雲が出ているので、どっちかっていうとこれはあなたの健康状態が少し心配になるかなと思っています。人とのやり取りとかいろいろなものが止まっていきそうな、そういう感じがするんですね。でも2028年には手紙と太陽が出てるので、嬉しい知らせが来たりとか、もしかしたら例えば赤ちゃんとか、例えば子育てとか、すごく大きな名誉、そういうものが出てる可能性もある。あとここって恋愛の部屋なので、恋愛や趣味ですごく幸せなことがあるというふうにも考えられます。そして29年が、2029年がここが庭と月、ここもいい家に出会ったりとか、すごくロマンチックな関係を築ける。あとはクリエイティブな才能も出てくる。そして30年がですね、2030年はこの結婚というかリングと怒りが出ているので、結婚とか婚約のそういう象徴なんですけれども、2030年にはあなたがいわゆる今の方なのか新しい方なのかと、そういう関係を築けていけるのかなっていう感じ。そして2031年は無知と花束が出ているので、恋愛の行動で少し喧嘩が例えば多くなってしまったりっていうのもあるし、ちょっと恋愛めんどくさいわみたいになる可能性もあるのかもしれない。そして32年は、大きな旅立ちって出てますね。引っ越し、環境が変わること、もしかしたら転職の可能性もあるかもしれません。そして2033年はあなたにとってラッキーと思える時期、満期になってた何かが実はたまりましたよとか、もしかしたらこれから始める例えばNISAだったりとか、そういうものがどんどん増えてくるとか、そういう可能性もあるのかなと。そして2034年がフォックスとキーが出ているので、あなたが大きなイメチェンとか、例えば、美容整形とか、そういうことにトライする人もいるのかもしれません。それは吉と出ています。そして2035年、一番遠い未来なんですけれども、あなたがとても輝いている、健康、幸せ、そういうものが出ているなって感じ。はい、そして12年の象徴が、今回がこの忍者のカードと、怒りとワンちゃんが出ているので、先ほどのカードにも出てたんですけれども、人間関係が広がっていくというふうに出てるので、あなたにとって本当に成立
は関係なく、こう素晴らしいなんかこうぴったり合う誠実な人となんかこう寄り添っていけるのかなとか、出会いがあるのかなとか、そういう風に出ている感じがいたしました。はい、じゃあアドバイス、これから見ていきましょう。はい、これもアドバイスで、こちらもそうです。あと久しぶりにドルフィンも開いていきます。ドルフィンもすごい久しぶり。はい、ドルフィンと、あとはユニコーンから。はい、じゃあこれかな。あとこのね、この12年の象徴カードも一緒に読んでいきたいと思うんですけれども、はい、見ていきます。パッション、大きなプラスの波が来る。はい、ウィッシーズ。はい、そして本当の自分に気づく。ねえ、はい、なんかいろいろね、かなりポジティブなカードが出てるんですけれども、あなた自身がこの12年で本当にやりたいこと、もうそれこそ私がしたいことはこれだったんだみたいなことに、気づいて、そしてそれに向かって頑張っていくのかなとか、勉強を始めるのかなとか、そういう感じがするんですね。そして、この12年であなたが特にプラスの時期と思われるのが乙女座の季節です。乙女座だから、8月の下旬ぐらいから、9月の下旬、だいたい9月ぐらいって思っていただいていいかと思うんですけれども、その年は毎月ラッキーマンスと思っていただいてもいいかな。そしてなんか新しい道が開かれていくよって、大きな波に今からあなたは乗ることができますよって出てるので、あなたの中にある情熱、それが赤ちゃんなのか仕事なのか金銭的なことなのか、それとも何かクリエイティブな何か、がなんかあなたの中でふつふつと、今でも燃えているのかなって感じがするんですよね。で、その本当の自分、私がしたいことは何だろうみたいな、そういう感じで自分をなんかしっかりと見つめ直すこと。乙女っていうのは、これは水星、惑星でいうと水星というコミュニケーションとか勉強するとか、そういう星が今回ねアドバイスとして出てるので、なんかしっかりと自分を客観的に見てみる。私の情熱はどこに行ってるんだろうみたいな、それをなんか今回この12年で探して実際行動して波に乗るみたいな、そこまでできるんじゃないかなというふうに思っています。そういう意味では、この2025年も新しい扉を開くことができるって言っていますし、あとこの2028、9、30とかね、この辺りも人気が出るとかクリエイティブな才能とか、そういう可能性もすごくあるので、新しい一番のあなたの人生が始まっていくのかなっていう、そういう感じもしています。そしてラッキーカラーはこのグリーン、そして乙女座の季節、乙女座の人があなたにとってのこの12年の
ラッキーパーソンになるかと思います。少し見にくい部分あったかもしれません。参考にしていただけましたら幸いです。はい、それでは2番の方。このカードがあなたのことです。そして今あなたにどんなエネルギーが今あるのかあったのか、未来も一緒にまず見ていきたいと思います。こちらルノルマンカードです。はい、いきます。まず出たカード、花束。花束、これすごく幸せなカードなんですよね。恋愛とか、例えば美しさとか人気とか、そういうのもあるし、何か嬉しいプレゼントとか、例えばね、告白、なんかそういうものがあったとか、そういうのもあるのかな。鳥、もともとコミュニケーション能力が高い方なのかな。そして声とか話し方とかすごく魅力的な方が多いのかなっていう感じがしています。すごい、太陽だ。すごいな。2番の方、いやーすごいですね。ここにね、このあなたは美しいとあるんですけれども、いやー2番の方、とても人気があって、とても愛されていて、これがお相手様だったりとか、例えば家族とか、友人もそうなんですけれども、とてもなんかすっごくいい人、なんかすごい明るいし、センスいいし、なんか友達になりたいって思われる方なんじゃないかな。はい、そして今、はい、見てみます。クロスが出てる、何か背負ってますね。今怒りが出てる。今の2番の方のこのエネルギー状態というのがすごく頑張ってらっしゃるというのは出てるんですよね。これが仕事でも、例えば家庭でもで、何かものすごく大きいもの、伝統とか、今までの家系というか先祖、なんかそういうものをなんか背負っているっていう感じがするので、もしかしたらこの2番の方っていうのはお墓を守る方だったりとか、ご両親の面倒を見るとか、なんかそういう役割がある方なのかな。実際にご両親の面倒を見ているとか、もしかしたらお子さんが例えば病気だったり、病気がちだったりとか、なんかそういうことをなんかすごくものすごく一生懸命されている方のように感じます。そして未来のエネルギーが釜、ライダー、雲、はい、今ものすごく私はどっちかっていうとなんていうのかな、辛い部分も多いんだけれども手を抜かずに頑張っているように見えます。で、これからの未来っていうのがこの2番のあなたが上手にいろいろなものを手放していけるような気がする。
よく言えば上手になんて言うんでしょう、手を抜くことができる。手を抜くのが悪いことではなく、それが出てくるような気がするんですよね。むしろそうしていった方がいいのかな。なぜならば2番の方がとにかく、真面目で頑固な部分があって、頑張りすぎる部分があるから、本当にこのままのペースでいくとあなた自身が少し精神的に考えすぎてしまったりとか、体調にネガティブな部分が出てきてしまったりっていうのがあるので、なんか上手にいらないものを離していく、手放していく、断捨離をしていく、そういう感じが見える。今までと同じように頑張りすぎなくていいんだよと。手を離すことも大切だし、きっとそれができてくるのかなというふうに、まず1番の方思いました。はい、それでは今度は2024年から12年間の、リーディングをしていきたいと思います。カードを取りながら並べるのがかなり大変になるので、途中で一旦動画は止める予定です。はい、じゃあいきます。はい、24年からの12年リーディング。はい、象徴カード怒り。はい、無知。これは一番遠い未来の2035年かな。ライダー。はい、これはあなたのカードです。はい、ここに棺桶のカードが出ました。星、願いが叶うこと。ワンちゃん、ヘビ、家。はい、またここで同じ怒りのカードが出ています。ここもね、同じ棺桶が出ましたね。花束、木です。あと1枚ずつカードを出していきます。はい、お待たせしました。カードをこういう風に12年間分ずらずらずらと並べて、今現在はすいません、見にくいと思います。こちらのドートタロット、これダイヤルカナだけ出してるんですけれども、象徴として、これから12年の象徴として1枚正位置で読んでいきたいと思ってます。はい、じゃあ見てみましょう。はい、出たカードが、これは忍者です。忍者、乙女座のカード。すごく分析をするとか、掃除を例えば掃除とか整理整頓とか、そういうのがすごくキーワードになっていたり、あとは人の下につくっていう意味で、気が利くっていう意味で秘書的な、そういう役割もあるんですよね。すいません。で、毎年乙女座の季節とか、すごくあなたにとってのラッキーな時期、そして乙女座の人があなたのことを助けてくれるような、そういう感じがまずしました。はい、じゃあ、12年リーディングなんですけれども、まず、はい、ここに出してる、象徴カードが怒りっていう安定のカードと、魚という、これアルコールとかお金っていう意味もあるんですけれども、この12年間金銭的なものには
困らないんだろうなとはい、そういう風に出ているので、ここはねすごく安心安定のカードが出ています。そして今現在なんですけれども、ここがいわゆる今のあなたを表すんですね。これは2032年も表すんですけれども、今のあなたを表すところでもあるんですけれども、なんとなく今2番の方は複雑な恋愛をしていたりとか、ライバルがいたりとか、そういうことに、悩んでるような、そういう感じがしています。で、そういうことはありそうな気はするんですけれども、2024年というのがあなたにとって、この恋愛で今の、恋愛が例えばこれからもずっと育っていく、ゆっくりゆっくり育っていく、そういう意味もありますし、とても穏やかな人、心が安らぐような人、そういう人との出会いというのもあると出ています。恋が、恋愛が、そして結婚生活が成長する一年になっていくような、それが2024年です。そして2025年、はい、ここで家のカード、雲のカードが出ていて、これはあなたの例えば実家とか、今のあなたの住んでいる家、家庭、そういうところで少しいろいろな不安が、2025年出てきやすいかもしれません。大きい大問題ではないんですけれども、先行きがなかなか見通せなかったりとか、どうなっていくのかなっていう不安がもしかしたら出てくるのかなと思っていて、そして2026年、ここがですね、ここの部屋というのが結婚とか離婚とかパートナーシップを表すんですけれども、2026年は、このパートナーシップが変わる、変化するっていう風に出ていて、もしかすると恋愛から結婚になる人もいるかもしれないし、もしかしたら結婚から離婚とか、そういう離れるっていう人もいるかもしれない。そして、あと一つ言えるのが、一つの恋を終わらせて新しい次の出発をする、そういう2026年というのが特に恋愛においてあなたにとってけじめがつく一年になっていくのかなっていう感じがしています。そして2027、はい、この時もここに同じ棺桶のカード、ここにも棺桶のカード、船のカードが出てるので、この時は引っ越しとか、あなたの環境が変わるとか、留学するとか、すごくあなたの環境が大きく変わりそうです。どっちかっていうと2026年は、プライベートなそういうものが変化するのかなっていう感じがするんですけど、2027年っていうのは、仕事でもプライベートでもあなたの生き方とか住む場所とか世界が変わっていくような、そういう感じがするかなと思っていて、そして2028年、はい、ここに怒り、そしてリングが出ているので、2028年というのはきちんと契約をしていく、約束をする、それが、いわゆる結婚の約束をするとか永久的に続くっていう意味があるので、この時期2028年っていうのは婚約する、結婚する、将来のことを見据えた上できちんと付き合うとか、そういう可能性もありそうです。あと仕事でも、
こうなんかきちんと契約をして継続するっていう意味があるので、正社員のそういう感じも出ているのかなと思っています。はい、そして2029年、この時はラッキーイヤーかなと思っていて、2029年はライダーという新しい始まりとか新しい風、そこにクローバーという幸運の象徴のカードが出ているので、2029年はあなたがどういう時代になってるのかなと思うんですけれども、あなたが何か始めるとか、特にここ家っていう意味も表すので、家で何か服飾を始めるとか、そういう可能性もありそうです。そして2030年、はい、2030年は蛇とタワーが出ているので、あなたにとって少し我慢が必要な時になるかもしれません。何か仕事でも、例えば介護とかでもそうなんですけれども、なんかいわゆる我慢しなくちゃならない、頑張らなきゃいけないみたいな、そういう部分があるような気がする。でもあなたに粘り強さはあるから、きっと大丈夫かと思っています。そしてはい、31年、この時はワンちゃん、友達とか誠実っていう意味と、あと道という意味があって、道っていうのが選ぶとか考える、悩むっていう意味があるんですね。2031年はあなたの生き方が例えば変わっていくとか、友達と別の道を進んでいくとか、なんかそういうあと一つの可能性が出ているカードが出ているような感じ。そして32年は先ほどの今のあなたの状態でもお伝えしたんですけれども、なんとなくあなたがライバル、なんかそういう人が気になってしまったりとか、いろいろな、もしかしたら女友達のことで、女友達とか、義理のお母さん、母親、姑、いろいろあるんですけれども、そういう部分で少し考えてしまう、悩んでしまう一年になるかもしれない。すいません、ちょっとタラタラとお話をしてます。そして33年が素晴らしいですね。あなたが夢に向かって動いていくとか行動するとか、この見ていただいている方のもちろん年齢にもよるんですけれども、もうおおよそ9年後ぐらいに、なんかね、子育てとか赤ちゃんとか、そういう可能性とか、あなたの夢に向かって飛び立っていく、そういうものが出ています。そして34年が、ここに花束とクロスが出ているので、あなたの直感力がものすごく冴えたりとか、なんか芸術的な才能、そういうものが花開く可能性もあるのが2034年なのかもしれません。ここにねクロスが出てるので、ネガティブな意味もあるんですけれども、すごくスピリチュアルという意味もあるので、なんか2034年はあなたの才能が開花する可能性もありそうです。そして一番遠い未来、2035年が少しあなたの健康状態が気になるかなというのも、仕事がとても忙しくなったりとか、すごく毎日慌ただしくなっていて、あなたの心の余裕とか健康面が黄色信号になっている可能性があるので、2035年は少し疲れやすかったりとか、きちんと健康診断とか受けることをお勧めしたいなというふうに思っています。今ね、金運はねすごくいい手で出るんですけれども、こういうふうにちょっと12年の流れをつらつらとお話をさせていただきました。じゃあ今からアドバイスということでカードを何枚か出し
していきたいと思います。はい、ドルフィンも使っていきます。はい、ドルフィンと、そして、ラストにユニコーンのカードです。はい、じゃあ2番の方へのアドバイスを見ていくと、はい、運気アップ、いろいろな可能性、はい、そしてペイシェンス、はい、乙女座、忍者、そしてあなたは美しいはい、これがあなたへのアドバイスなんですけれども、まずこの12年、とても長いことを今日はリーディングしたんですけれども、あなたの運気はどんどん上昇していくよって、上昇していくから大丈夫です、安心してねっていうことを言っていて、特に私は今回思ったのが、恋愛運とか、出会い、恋愛、結婚、そして複雑な恋愛をしている方などもどんどん幸せに、幸せ力がアップしていくような、そういう感じがします。そしてですね、ここにペーシェンスも出てるから、我慢しないといけないこともあるみたいだし、今回はこのユニコーンがなんか別の部分を見て、あの人たちはこうしてるみたいな、なんかもしかしたらこの見えていない部分のところを見ていて、人と何か比べたりとか、なんかね、する可能性もあるかもしれない。でもあなたはあなたのペースで進んでいけるから、決して人と比べることはないよと言ってくれているような気もするんですね。そして今回のドルフィンのカードというのが、なんか道が、今あなたは一つの道に向かってすごく集中して頑張っているのかなっていう感じがするんだけれども、別の道の可能性も考えるのもいいかもしれないねっていうことも、私は今回のカードで感じるかなと思っていて、特に、2024年はまだこれが育つっていうカードが出てるので、2024年は私は今の状態で育てていくっていうことでいいのかなと。でも25年26年、27年もそうかな、特に26、27っていうのがあなたの中で大きな決断をする可能性もあるのかなと思っているので、そういう時に、あなた自身はね、とっても美しい、そういう魅力もしっかりあるし、愛情運もこれからも上っていくとは思われるんだけれども、一個に集中するのではなく、こういう二つ目の道を歩んでいくとか考えるようにするのもいいのかなというふうに今回思いました。とりあえず乙女座の季節なので、8月の下旬から9月の中旬があなたにとっての毎年のラッキーな時期になります。そして乙女座の方もあなたにとってのラッキーパーソンになるので、よかったら参考にしてみてください。はい、これが2番の方へのメッセージとなります。はい、それでは3番の方、12年間リーディングしていきたいと思います。その前に、はい、これは3番のあなたです。今のあなたのエネルギー状態、
過去、現在、未来で見ていきたいと思います。はい、じゃあ開いていきましょう。まず、一番左上のカードにここにネズミが出ました。ネズミ、あなた自身がとっても体力的に弱ってたりとか、あとこのカードというのが減少とか、お金が減っていくとか、そういう意味もあるんですね。なので健康面、金銭面っていう部分でもしかしたら少し大変な部分とか、これはね過去ではあるんですけれどもあるのかなと思いまして、そして健康か、これはもう本当に木とネズミが一緒に出ると健康運を害するという意味があるので、もちろんこの数年っていうのは皆さんね、いろいろコロナだったりインフルエンザだったりとかですごく不安な状況だったかと思うんですけれども、特にその中でも3番の方は案外大変な部分を乗り越えてきたのかなと思いました。棺桶か。そうですね。なんかカードを出せば出すほどって感じかな。今現在体調面大丈夫ですか？すごくこの3番の方が免疫力が弱ってたりとか、眠りにくくなってしまったりとか、ネガティブにいろいろ考えすぎてしまったり、そして働けないことで例えば貯蓄とかを崩さないといけないとか、そういう過去はですよ、過去はそういう負の連鎖がもしかしたらあったのかもしれない。じゃあ今未来見ていきますね。はい、今素晴らしい、月が出ました。今大丈夫ですよね。そして魚、すごい、これお金のカードです。今はあなた自身が恋愛でも、精神面でもすごく充実をしていて、そしてあなた自身の感性とかそういうもので、例えばお金を稼いでいたりとか復職をしている可能性も十二分にあるのかなと。そしてとても愛するパートナーと体の相性とかそういうのもすごくよくって、今現在ははっきり言って幸せな感じがしました。もし3番の方、赤ちゃんを望んでいる方がいたら、なんかねすごく赤ちゃんエネルギーを感じますけどね、母になったりとか、そういう感じがします。はい、そして未来が釜が出ましたね。釜。はい、そして本。コウノトリが出ました。はい、3番の方は、ここが未来、現状、過去っていう風な感じで見てるんですけれども、不要なものを刈り取るっていう感じがするんです。で、これ実際本なんですけれども、例えば3番の方、私今3番の方すごく幸せだと思うんだけれども、もし複雑な恋愛をしている方であったら、例えばやっぱり私は赤ちゃんが欲しいとか、そういう感じで先の見えない恋愛、幸せなんだけど先の見えない恋愛をバッサリ切ったりとかする可能性もあるかもしれないし、もしかしたら妊活に向かって例えば頑張るっていう方もいるかもしれないし、実際にこれから子育てがもうなんかねあって、なんか幸せなんだけど大変みたいな、そういうものも感じられるかな。そしてこの釜っていうのがいわゆる本を処分するとか不要なものを処分するっていう意味もあるので、引っ越しのため環境が変わるとか、転職をするとか、そういう新しい旅立ちというのがこの3番の方出ているような気がしました。じゃあ実際に今からこちらのルノルマンカードで12年間リーディングをしていきたいと思います。
ます。はい、それでは3番の方、はい、12年間リーディングをしていきます。カードを全部2枚ずつ出していくので、ちょっとそれをきれいに見せながらが案外難しいので、動画は途中まで撮って、それからリーディングをしていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、まずファーストカード。これはあの人のカードです。もし今あなたにあの人がいたらその人かもしれないし、今出会いを探してるとかいう方であったら、いわゆる運命のあの人、はい、が出てるのかなと思っていて、はい、ライダーが出ました。コウノトリ、3番の方、コウノトリすごく出ますね。もしかしたらこれがご主人っていう方もいるかもしれないし、楽しみですね。はい、鳥、クロス、山、雲、カマ、フォックス、クマ、手紙、棺桶。はい、リングが出ました。あと1枚ずつカードを出していきます。はい、カードを2024年から2035年までずらずらと出していて、すいません、少し見にくいかと思いますが解説させていただきます。そして、ここに象徴カードを出してるんですけれども、トタロットダイヤルカナだけで1枚カードを出して、それも象徴カード、アドバイスカードとして見たいと思います。はい、出たカード、審判です。審判ですか。審判って白黒がつくとか、結婚とか、例えば離婚とか、いろいろなことがすっきりする、そういうものがあります。はい、そしてこのカードは復活愛という可能性もあるので、なんかすごくすっきりこの12年間、していくのかなとまず思っています。そして2024年ね、やっぱりいいんですよ。この1年、まずここの出てるカードが2024年が月、この月というロマンスのカードとリングが出てるので、この2024年に例えば素晴らしい出会いがあるとか、素敵な恋愛が始まるとか、恋愛から婚約に移行するとか、結婚するとか、そういう方はものすごく多いかと思います。そして2024年にいわゆるお母さんになるとか、そういう方も多いような気がするので、もう2024年はものすごくいいですっていうことをお伝えしたいなと思っています。そして2025年、今回ですね、太陽が2つ出たんですよ。こことここすごいですよね。太陽が2026年と2029年に出て、で太陽とコウノトリも一緒に出てるから、なんかこの3番の方、私は本当に赤ちゃんエネルギーをものすごく感じています。あとはもう子育てをしている方もいらっしゃるのかもしれません。そして2025年、この時がフォックスと山が出てるので、あなたにとっていろいろな試練、頑張らないといけない時と出ています。もしかしたらなんていうのかな、なんかすごく大変とか、どこまで頑張ればいいんだろうっていうものが2025年はあるかもしれないんですけれども、フォックスなので、これは本当に集中するとか、
しっかり勉強例えばする、仕事する、なんかそういうことで2025年はあなたの底力をつけていくのかなというふうに思っています。決してなんかネガティブだけのイメージではない。そして26年がね、ここがすごいです。太陽とクロスってすごいですよね。これこそ2026年大逆転とか復活愛、そういうのもあるし、赤ちゃん誕生、そういうのもあるし、なんかすごいかな2026年。ものすごく神様、ご先祖様が見守ってくれてるっていう感じもするし、あとここの部屋、ここっていうのは、結婚とか離婚とかそういうパートナーシップを表すので、もう本当に電撃的に結婚とか、逆に白黒きちんとつくとか円満離婚とか、そういう方もいるのかなっていうのが2026年です。そして2027年、はい、この時は願いが叶う1年になると出てるんですよね。手紙と星が出てるので、なんか憧れの、例えばあの人、憧れの例えば企業とか、なんか憧れの有名人とか、なんかコンタクト取れたりとか、この27年っていうのはあなたに喜びの幸せの出来事、そういうニュースが入ってくるというふうに出ています。はい、2028年はこの時ですね、すごく痩せるっていう感じが出てるんです。ダイエットに成功するっていうのもあるかもしれないし、ちょっとここまで痩せちゃうのは、私若干これ病気の可能性とかもあるのかなと思ったので、健康診断とか定期的に受けられてた方がいいかもしれません。で、この2028年、そうですね、とにかく私が思ったのが、食事などを腹八分にすることとかもすごくこの時期は特におすすめしたいし、あなたにとっての上司とか、例えばご両親とか、そういう方の健康を気遣ってあげるのもいいのかなっていうのが28年です。そして29年がまたいいですね。ダブル太陽が出てるので、太陽とコウノトリが出てるので、子供たちが例えば巣立っていくとか、順調に育つとか、赤ちゃんが来てくれるとか、ものすごくいろんな可能性あるし、あとあなたが新しいところに飛び出していく、引っ越しをする、家を建てる、そういう方も2029年になんかものすごく喜ばしい出来事があるのかなと思っています。そして2030年が釜と道が出てるので、あなたが何かこの2030年大きな決断をするというふうに出ています。なんか2つあるものを1つ消すというか、そういう感じが出てるので、シンプルな生き方に2030年はなっていくのかなと思っていて、31年は少しこの30年の不安が若干残っているかもしれないんですけれども、あなたにとって人間関係とかいろいろ広がっていくんだけれども、31年は無理して広げなくていいよと、むしろ狭く深く、それでいいのかなというふうに思っているので、いろんな人に出会うとか、この時代どうなってるかわからないんですけれども、あなたにとって逆に少し不安の要素が出てくるかもしれないので、なんか狭く深くなんか付き合っていくとか楽しんでいくとか、そちらをおすすめしたいなという感じ。はい、そして32年が鳥と庭、はい、ここもね同じ庭が出てるんですけど、2032年はすごくいい出会いとかパーティーとか楽しみとか趣味が合う人たち
とこうどんどん人間関係が広がっていくって出てるので、2032年はこう広がりを持たせること基地です。そしてはい33年、33年がですね、ここが山とハートが出ているので、これはまあ恋愛のことでしょうか。でこう大きな、正念場を迎えるのかなっていう感じがしています。この33年っていうのはこう特にこの恋愛においてこう進みにくいとか問題が出てきやすいっていう可能性もあるのかもしれません。そして34年がこれがここが友達のところなんですけれども、友達とそしてワンちゃんのカードとクロスが出てるので、もしかしたら2034年っていうのが仲のいい友達が例えば病気になってしまったりとか、そういう感じが出ている可能性、あるのかなと思っていて、こう見ていただいている年代の方にももちろんよると思うんですけれども、友達のところに友達のカードと、このね古墳棺桶が出てるので少し、気になるかなと思っています。そして一番遠い未来です。2035年、この時は、特にここは仕事を表すところなんですけれども、ライダーと雲ということでこう先行きが、仕事のことかな、特になんかこれからどうなっていくのかなっていう不安が出てくるような、そういう感じがしています。こう上司と、の関係とか、あとはこう、上層部との関係、やり取りなんかがいろいろ大変な部分もあるのかもしれない。でも上司っていうよりもこう仕事運がなんかこうこれからどうなっていくのかなっていうものがもしかしたら35年あたり、出てくるかもしれないと出ていて、で今ざっくりとお伝えしたんですけれども、今からこうアドバイスカードも含めて時期的なものをもう少しお話しできればと思っています。まず出たのがユニコーンですね。はい、ユニコーン見てみましょう。ユニコーンが、じゃあまずこれ、そして次がドルフィンです。はい、こちらで、あと最後にオラクルカード。こちらのカードも一緒にアドバイスとして見ていきたいと思います。はい、グロース、ここも2枚出てたんですね。はい、グロース、育つとサイクル、仕事のカード。はい、なんか体の声を聞くとか、はい、じゃあこちらのカードをお伝えしたいと思います。今回祝福の光が降り注ぐ、そして審判ね、はっきりと白黒がつく、そしてこう仕事をね、これ自分で始めるっていう意味があるんですね。そして深呼吸、体の声ね、やっぱり育つ、なんか私はね、この赤ちゃんの感じ、子供を育てるというのとサイクルですよね。すごくこの3番の方はなんかこう人生を表すようなカードが今回いっぱいアドバイスで出てるのかなというふうに思っていて、まずおすすめしたいのが、特に2024年もいいんですよね。こうあなたの感性がとても豊かになっている時なので、2024年こうあなた自身のこう感性とか美的センスとかを生かすようなことを
始めてもいいのかなって思うし、25年26年っていうのもあなたにとって仕事面でも大きな分岐点になるような気がするので、そういう時に自分の道を作ってみるっていうのもいいのかなと思っています。いきなりボンって立ち上げるんじゃなくって、とりあえず復職で始めてみるっていうのはこの辺りおすすめしたいなと思っているし、あと特に今回健康のこととか体のことをすごくカードが言ってくれてるので、ヨガをするとかウォーキングをする、そういうこともぜひおすすめしたい健康法というか、自分の体にきちんと耳を傾けることがとても大切なのかなと思っています。そして今回なんかね、いろいろな出来事がまたやっぱり回り回ってね来るというふうにも出ていますし、子供をね育てていく、見守っていく、そういうものも出てるので、3番の方で、今日ね何回も言うんですけど、やっぱりね私はなんか赤ちゃんのことがすごいなと、思っています。たくさんのエンジェルオーラがあなたの周りを祝福してくれてるよっていう感じがするので、本当に自信を持って、特に2024年とか、これは出会いも含めて、出会い、恋愛、結婚みたいな、出産みたいな、そういうのがものすごくいい一年になりそうです。そして、ここのあの人のカードとユリのカード、もしかしたらあなたから見ると年上の人とか年齢が離れてる人とこの12年ご縁があるのかなというふうにも思っていますし、なんかねずっと一緒にいるというか、なんかそういうイメージもあるような感じです。ダブル太陽も出ているし、すごく素敵なカードもいっぱい出ているので、この12年もとても楽しみな12年になるのではないかと思いました。はい、これが3番の方のリーディングとなり